皆さんこんにちは、しーまゆです。今日は理想の経済事情についてお話ししていきたいと思います。理想の生活シリーズについてはこちらの食生活の動画でその背景をお話ししているので、まだ見ていない方はそちらもご覧ください。このシリーズは夢を詳細に描くことによって理想を現実化することを生りにしているコーチや経営者の方に役立つと思っています。一緒にコンフォートゾーンを広げつつ理想を詳細に描いていきましょう。今日からはマズローの欲求段階の下から2番目に突入します。安全欲求の中の経済の安定についてです。 SDGs で言うと1番、貧困をなくそうの目標に関するお話です。それではまず現在の日本の経済事情と私の過去の体験をお話ししていけたらと思います。いきなりですが問題です。今の日本の平均年収はいくらでしょうか。厚生労働省が発表している統計データによると、日本の平均年収はここ30年ほどずっと400万円台だそうです。今の日本の家族構成は共働きで子供が2人というのが統計的に見て一番割合が多いため、その典型的なケースで考えます。すると家族全体の年収は800万円から900万円で、最低限の生活プラスアルファと将来のための貯蓄ができているのが一般的ではないでしょうか。しかしこれはあくまで平均であって、そうでない人たちもたくさんいます。さらにいろんな意見はありますが、今の日本は少子高齢化などの影響で年金制度が十分に機能していないとも言える状態なので、老後のお金を自分たちでも用意しておいた方が安心だと言われていますよね。こう考えると、富裕層でなければお金が満足にあると言える人は多くないのが日本の現状かもしれません。私の現状はというと、月賞が35万円ほどで、会社の経費や過去の支払い、貯蓄もしているので、今の生活に使える金額だけで考えると、経済事情は日本の平均よりかなり下かもしれません。でも去年は売り上げがなく本当に苦労しました。最低限の生活ですらままならないという状況で、家賃は払えないわ、ご飯もおにぎりしか食べれないわ、携帯や光熱費の支払いも滞るわ。まあひどいありさまでした。実力も資金もないくせに、こんなコロナ禍に起業なんかして自業自得だろうと言われればまさにその通りです。たくさんの人に迷惑をかけて本当に申し訳なかったですし、罪悪感と冷や汗が止まらなかったのは事実ですが、私としては人生の大事な経験だったと思っています。ちなみに私の子供時代は私と母親の体が弱くてできなかったことは多かったですが、お金で苦労したことは一度もありませんでした。大学院は自分で奨学金を借りて生活していましたが、家賃と学費は親に出してもらっていました。なので24歳までの間、ずっと何不自由なく養ってもらっていたわけで、一人で家族4人を養ってくれていた父親には本当に感謝しています。それでは次に、これからの理想を考えていけたらと思います。皆さんの理想の経済状態ってどんなものでしょうか。先ほどお話ししたように、毎月安定して最低限の生活プラスアルファと将来のための貯蓄ができることはほとんどの皆さんにとって絶対条件ですよね。お金の使い道は今の日本では本当にたくさんあるので、毎月の収入が増えれば増えるだけいろんなことに使えて嬉しいという人は多いかもしれません。最近 FIRE という言葉が日本のビジネス界でも流行り始めたようですが、私は経済的自由人になりたいと思っています。それはなぜかというと、自分の生活の心配をしなくてもよくなって自分のやりたいことだけに集中したいからです。資産が1億円以上あり、毎月の月収が自分の事業とは別で何もしなくても100万円以上ある状態になりたいと思っています。以前の動画で月400万円欲しいと話しましたが、それは子供を3人大学まで行かせる前提で SDGs を体現した最上級に贅沢な生活をして夫と2人で折半して出し合った時に必要な金額です。あと自分の生活とは別でやりたい事業や応援したい事業がたくさんあるので、そのためにも私が動かせるお金はあればあるほど嬉しいです。まだ私も修行中で、1億円以上のお金を一気に投資循環していく先を具体的に思い描けていないので、これから描いていきたいと思っています。でも最低でも1000万人の人に提供できる SDGs に関わる最先端で本質的な根本解決サービスをたくさん作るために必要なリソース、人、物、場所、情報、
への投資というイメージで考えているので、最低限一大企業の経済規模と同じくらい必要であるとは思っています。なので以前の動画では1兆円くらいと言ったわけです。そのためには手段として自分の事業をするということと投資をするということが必要になってくると思っています。ESBI というお金の稼ぎ方の種類はご存知の方も多いと思いますが、経済的自由人になり自分が動かせるお金を億単位にするためには会社員や個人事業主だけでは基本的に難しいです。そのため先ほどお話しした事業家もしくは投資家になる必要があると思っています。ちなみにこれは私個人の考え方ですが、事業家にしても投資家にしても関わる人全員にとって本質的に根本的に良いことでなければ、いくら自分のお金が増えるとしても絶対にやりたくないと思っています。詐欺とかそういう話は皆さんにとっても当たり前だと思いますが、実は対処療法でしかないとか、実は誰かが損しているとか、実は誰かが傷つけられているなんていう事業も多く存在しているので、そのようなことにはお金は使いたくないと思っています。最近ではベーシックインカムという考え方が世界的に出てきていますが、私もそれはありかもしれないと思っています。簡単に言うと、資本主義と社会主義、あるいは共産主義の中間ですよね。最低限の生活は保障されているから働かなくても生きていけるけど、社会に貢献すればするほど自分の生活もより豊かになっていくという仕組みです。資本主義と社会主義、あるいは共産主義のいいとこ取りをした考え方で、新たな社会の仕組みとしてやってみる価値はあると思っています。極論を言ってしまうと、お金のいらない世界が一番最強だなと思ってしまいますが、 AI が人間のやりたくないことを全てやってくれて、人間はみんな好きなことだけをやって、お金という対価をもらわなくても幸せを感じて自由に生きていける世界です。ちなみに生活は最低限でいいけど、とにかくお金が大好きで、お金という数字が積み上がっていくのを見るのが好きという人はいますか？私のコーチングの師匠がそうなんですが、私はあんまりよくわからない感覚なんですよね。使わないのになんで欲しいのかなって。ゲームでゴールドとかそういうゲームの中でのお金が貯まっていくのを見るのが楽しいという感覚なんですかね。単純に達成感的な感覚ならなんとなくわからなくもないです。あと何でもコレクターって言いますけど、そんな感覚なんですかね。ただ眺めているのが好きみたいな、そういう人のためにはゲーム感覚のゴールドとか純粋に金とかはどんな社会になっても必要かもしれませんね。あとやはりこの結論になるんですが、いろんな人のいろんな趣味思考を満たすためには仮想現実が必要だよなと思います。そしてやっぱりイーロン・マスクのようにすでにこの今の世の中が仮想現実なのかもという考えになっていくんですよね。さて、いつもお話ししている通り、これらの理想を実現するためには私自身の事業の問題だけでなく、世の中のサービス提供や制度が追いついていないという問題もありますよね。さらに世の中は複雑なので謎に満ちているいろんな問題があります。毎回恒例、皆さんは今からお見せする問題の真相をいくつご存知でしょうか？日本と世界の貧困の根本的な原因と解決策、資産運用の実際とコツ、日本と海外の資産運用商品の実態、ネットワークビジネスのイメージと実際、世界の富裕層のお金の使い道、向かいたい先、世界の支配層は実際どれほど利他的で利己的なのか、ベーシックインカムは本当に可能なのか、お金のいらない社会は実際にあり得るのか。何個の真相を知っていましたか？正直私も真相を知らないものが多いです。これらの問題を解決して初めて全ての理想が叶うと思うので、今回のお金についても他のメディアや YouTuber が取り上げていないものを中心に深掘りして皆さんにお伝えしていけたらと思っています。さて、いかがでしたでしょうか？生きている間ずっと満足のいく生活が確実にできる経済状態が理想という結論で締めたいと思います。毎度のことながら幸せになりたくないというド M の人や今のままがいいという保守的な人でなければ当たり前すぎる話だったかもしれませんが、何かしら新たな発見やアイディアが得られていたら嬉しいです。最後に毎回恒例のステータスウィンドウをチェックして終わります。いつもお話ししている通り SDGs レベルは話題にしたらレベル1アップ、実践したらさらにレベル1アップ、そして
一つの行動を継続的に実践し続けていたらさらにレベル1アップ、一つの行動の継続的な実践をやめたらレベル1下がるというルールで更新していきます。今日は1番貧困について話題にしたので、1番がレベル1アップです。やったー。はい、ということで今日は理想の経済事情についてお話ししてきました。ここまで動画を見てくださってありがとうございました。この動画が良かった方は高評価をよろしくお願いします。またこのチャンネルでは人にも地球にも優しい社会を作るための考え方やサービスを紹介しています。そういったことに興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。